遊べば遊ぶほど確率は高くなるから、ゲームとしても面白いゲームをやっぱり作っていかないといけないなと思ってるので、だからそういう意味では昔に戻るかもしれない。なんかワクワクするゲームなんだけどコインも稼げちゃうよみたいな。こんにちは。今日はトークンを使った新しいゲームコンテンツ6-502の公開を記念しまして、日本のゲーム界を牽引してくださったレジェンド2人と6-502について熱くトークを交わしていきたいと思います。まずは桃太郎電鉄を生み出した米国欧州ハドソン元社長の辻直之さんです。こんにちは、辻です。まもなく40周年を迎えるゲーム業界におります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして3億円の保険をかけた指から放たれる16連射で子どもたちを魅了したゲーム界のレジェンド高橋名人こと高橋俊之さんです。はい、よろしくお願いします。高橋です。指に3億円の保険はね、かけようっていう案があったんだけど掛け金が高いからやめたんだ。やめたんですね。のろいちゃんって俺のこと知らないでしょ。知ってますよ。どこで？ファミコンの中で知ってます。高橋名人はゲームの主人公だと思ってました。なんか現存する存在だとあんまり動いております。のろいちゃんのお父さんが多分俺のファンかな。そうですね、去年私高橋名人のファミコンのゲームを買いました。冒険島？そうです。去年買いました。1000円ぐらいで買いました。実は今回お二人がこの6-502のプロデュースをしてるって聞いたんですけど、簡単に言うとどんなものなんですか？一言で言うと、このコンセプトは Win to Earn、 バトルロイヤル、いわゆる戦って相手からこうコインをゲットしてで稼ぐっていうようなイメージのゲームです。ゲームそのものも、昔のファミコンのゲームのようにもう本当にハマるゲームなんですけど、ゲームで3人4人で戦ってその中で勝ったら、コインをもらえる。いわゆるラスベガス行くとよくこうありますよね、スロットマシン。あれスロットマシーンってこういろんな人がたくさんお金使ってジャックポットが出ないとどんどん溜まっていくじゃないですか。そのシステムをこれは今回は導入してまして、でいろんなゲームで遊んでいただいた、方がどこで当たるか分かんないんだけど、ドーンとものすごい誰かがすごい大金を稼ぐ可能性があるってことですか？だから参加するときに、一つのゲームやるときにちょっとずついただくの。参加費みたいな。それがどんどんジャックポットに溜まってるから、それがいつか誰かに当たるわけ。遊べば遊ぶほど確率は高くなるから。なるほど。というね、だからいつ当たるかわかんないというね、楽しみも入ってるんですよこれに。そうだね、宝くじですね。はい。なるほど。それこそなんかファミコン時代のゲームと今のゲームってだいぶ変わってきたと思うんですけど。ゲームって結構いろいろと変革期があって、ファミコンの時ってもう8ビットで少ないメモリで、みんなね、多分見てる皆さんが子供なのか生まれてないのかわかんないけれど、そういう時代に遊んでたゲームからこの次世代機っていうのが出てきて、ドット絵がポリゴンになって、で90年代後半、2000年ですね、ネットワークでつながるっていう風になってオンラインになって、で今はもうオンラインゲームが当たり前じゃないですか。そうですね。だからね、結構いろんな形でもう改変してるんですよね。で今回のゲームってみんなでオンラインの上で遊ぶんだけど、それがねただ単純なゲームじゃなくって、なんか参加するだけのシンプルなゲームじゃなくって、より楽しくしなきゃいけないなと逆に思ってるわけですよ。だからゲームとしても面白いゲームをやっぱり作っていかないといけないなと思ってるので、だからそういう意味では
昔に戻るかもしれない。ああ、なるほど。ただそうなんですか昔と難易度はだいぶ違うよ。難易度。昔のファミコンのゲーム、今の子供たちとか大人にやらせたら多分難しいから。難しいです。だからそんなんじゃないって、今の難易度に合わせた、でも昔の楽しさがあるという、そういうゲームになればいいかなとなるほど。思ってますね。一言言わせていただくと、僕たちが本当に最初のファミコンの初期に作ったゲームのような、本当にこうなんかワクワクするゲームなんだけど、ものすごいそのコインも稼げちゃうよみたいな、こう両方の要素を持ってる、本当に面白いゲームを今作るように目指してます。そこでこんなものを用意してみました。僕はですね、もう最初からゲーム作りに携わった時は、自分の子供が楽しんでその顔色を見て、あ、子供が喜ぶゲームを作るという意味でのゲーム作りをずっとしてました。でも今は子供だけじゃなくて、もう本当に大人までみんな楽しめるような、もういろんなゲームがあるという意味では、僕の中ではもう子供から大人へっていうのが今と昔の違いです。ハドソン時代とかって大変だったんじゃないかなと思って、どうでしたか？総じてっていうか、本当に楽しかったです。ああ、楽しかったですね。ハドソンという会社ってやっぱり素晴らしい会社だと今でも思ってますし、もう毎朝、8時半かな、全員集まって毎朝朝礼、もう常にそういう人が集まってこう何かをスタートするっていうようなね、そういう社風の会社でしたんで、非常にコミュニケーションが一番、もう僕らは気を使ってたし、いろんなことやりました。思いついたらすぐ実行なんだよ。私は82年の8月20日ぐらいに入社したのね。で札幌で採用されて札幌で働いてたの。3日目ぐらいにね、東京の所長が来て「あ、君高橋君か」っつって「ちょっと、今日東京来れるか」っつって、で俺そっからもう30何人いますよ、東京に。その日からその日からその当時そのハドソンという会社をこうゼロ、何もないそのゲーム業界がない時代にゲーム業界を作ってでやっていくっていうのは、本当にその今言った思いついたら動くっていうね、その速度感がすごい大事だったんですよ。そうね。僕の思い出としては、まだそのアメリカとかにこう出てない時にこう一緒にやってた当時の専務が「おい辻、アメリカ行くぞ」「あ、いつからですか？今から」みんなそういう人。大体そういう人だよ。すごい。こんなこと語り出したら多分100時間ぐらいになっちゃうから。多分こういうことですね。昔はね、現場で、今はね、オンライン。昔ゲーム大会やろうとしたらどっかの会場借りて参加者にみんなに集まってもらわなきゃいけなかったのよ。なるほど。それがキャラバン大会っていうやつで13年続いたんだけど、で今はオンラインでつながりゃどこでも大会できるじゃない。誰でも開催できますよね。でなおかつ東京と大阪のチャンピオン同士で戦うっていうこともできちゃうわけじゃない。だからそれがね、もう圧倒的に違いますね。当時はめちゃくちゃ大変でした、ゲーム大会。大変ですよ。朝6時に起きてね、昔ゲーム大会やるのによ、朝6時に行ってデパートに行って設置して10時にオープンして、でゲーム大会2回やるわけ、午前と午後。で終わったらそこで搬出して次の会場までトラック移動して、僕と MC は電車とか交通で移動して夜落ち合って今日の反省会と明日の準備を打ち合わせして、でまた6時に起きて次の日、これをね40日間で34回以上ぐらいやったんだよ。毎日、ほぼ毎日。それが昔。今やろうとしたらもうね、一つのところにセッティングしちゃえばもう毎日いけるよね。毎日できます。もうオンライン、はいみんな参加してねってそれで終わるじゃん。すっげえ楽だと思う。全然違いますね、それは。高橋さんといえば、16連射で一世風靡したお父さんも、私お父さんからも話聞いてるんですけど、願わくはそれを生で見させてもらえないかなと
思って。いいけどさ、俺もうさ60過ぎてるから16は無理だからね、言っとくから。いけんのかな。まあとりあえずいきますね。頑張ります。お願いします。すごい。どういう状況？すごい。123でした。123？ 12.3 連射か。これでね。すごい。いやすごいね。ありがとうございます。普通ってどのくらいなんですかね。やってみる？一回辻さんにやってもらって。逃げたな。じゃあやりますよ。辻さんにお願いします。僕は14いきます。カメラ目線なの。あ、もうダメ。あと何秒。10収録ほら、すごいでしょ。76回です。まあ一般の方っていう感じですね。76を超えたら褒めてもらっていいですか。いいよ、124いったらステーキをおごってやるよ。もうちょっと下げたら。80いったらお、ちょっと安いステーキだね。ちょっと安いステーキや。いきます。はい。ああ、よかった。待って、全然いかない。なんて言いました？ 80ちょうど超えたら。85です。やったー。ありがとうございます。まあ、はい、安いステーキやね。650をこの動画で初めてご覧になった方必見です。650ではツイッターからギブアウェイなどのさまざまな企画があるらしく、素敵な嬉しいことがあるので常にツイッター公式アカウントをチェックしておいてください。どうでしたか、今回辻さん。うん、楽しかったけどね。時間が長さすぎたね。あ、そうですね。高橋さんどうでしたか。いや、楽しかったですよ。ただそうですね、やってみて思うんだけど、15分一問一答1問だけっていうのがいいかもしれないね、もしかしてね。それをこう毎週みたいな感じでいって組み合っていくと、まあ3ヶ月ぐらいで全体的なみたいな。長期的なお仕事みたいな。まあどうせさね、ネット配信の番組なんだから、もう数多くやったってどっからもクレームが来ないからね。誰からも怒られはしない。そう、ありがとうございます。実は今回が前編になってまして、はい、後編が2人にゲームのガチ対決をしてもらおうと、まあなんか負けた人はなんか罰ゲームとか用意しようかななんて考えてます。いいですか？全然いいです。あ、いいですか？罰ゲーム全然。どっちが社内で一番強かったかってよくやってたもん。やりますよ。じゃあなんか次回を楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。実はマリオパーティーってハドソンが作ってたっての知ってる？それ知らなかったんですよ。ワン、ゴー。